F1 品種のため、これ言っていいのかなこの情報はね、人間がいくらね自然に立ち向かおうとしていろんな小細工してもそれ無理ですから、バックトゥーザネイチャーしちゃうとどういうことが起こるかっていうのは皆さんで試してもらったら大丈夫です。さっきね F1 のトマトもね出てきてるという、なんとこれうんこしっこですよ。ガンガンなる。で、これ豚ちゃんがたまる色全然臭くない。ほら、うんち。え、強運、まだ濡れてる強運なんですよ。これ匂ってもらう。全然匂わない。本当だ。やべえ。やっぱこういうことやれる人ってやっぱ志があって、何のためにこれをやるかなんですよね。っていうとね、これコウタはなぜこれをね、僕から見たらビジネスやってるんだけど、そんなビジネスよりも志事でやってるように僕からしたら見えるんですけども、何のためにこれバクチャーやってるんでしょうね。ですね。だからこれをね皮に巻くとね、さっき今人間がやってるこう負のサイクルが極まってきてるんですけど、ポンとね、川の上流で例えば巻くとね、こう微生物ちゃんたちがうわーっと蘇るわけですよ。で蘇った微生物ちゃんたちはこう汚れをね、分解していってくれて、でたくさんのこうミネラルを作り出してくれて、そのミネラル豊富になったお水はね上流から中流に流れていって、そのお水っていうのはねミネラル豊富なお水っていうのは、バクチャーと同じ働きを持ってるんですよ。だから中流の微生物ちゃんたちを蘇らせるんですよ。中流の微生物ちゃんが蘇ると、その子たちも一緒にこう中流でどんどん分解してミネラルを作り出してくれて、そのお水がまた下流に流れるわけです。それはそっちも蘇って、でそうすると海が蘇って、で山が蘇る。で山が蘇ると結局最初にまいた自分のところにさらにいい水、生きた水が返ってくるんですよ。これが因果応報なんですよ。地球は必ず全て循環するようになってるから、自分がやったことが必ず返ってくるんです。で自分がやることも人類がやることも一緒なんですけどね。でそれをねビジネスでって考えるとなかなか難しいんですよ。お金持ってる人がね、世界の 1% の人が 99% の地球のお金を持ってるわけですから、その人たちがやってくれればそれは早いですよ。でもそれなかなかなんないんでね、じゃあどうしたらいいって言って、山さんが持ってくれてるの約 600g なんですけど、20トン分のねお水を浄化してくれるんですね。でタダで手に入るんですね、これがね。今これタダで手に入る。今これがタダで出ます。ただらしいですよ今これ。そうなんですよ。でね、有志の人たちがですねこれを受け取ってバルマクチャー隊というね面白い隊があるんですけど、その人たちがこれを持ってどこに撒いてそこの微生物ちゃんたちを蘇らしてるっていう活動がね今すごくて、バラマクチャー隊が始まって3ヶ月まだ3月18に始まったから、ちょうど3ヶ月経ったぐらいですね。で2500人、もう何のプロモーションとか宣伝とかしてないのに勝手にね口コミでどんどん広がっていって、みんながこうね2500コロナでみんな自宅待機で暇でやることないんでね、そのタイミングと重なったのと、みんながこう経済活動してないんで地球がちょっと復活しだしてるところにこればかれるんで、ちょうどいいですね。すごいいいタイミングだったかもわからないですね。すごい環境問題で遠いことだと思ってたんですけど、こうやってこういうのでねタダで手に入るってなると、もうこれがね例えばお金かかって普通に買うとこれ、5万円ぐらいするのかな。普通に買うと5万円ぐらいするのするんですけど、じゃあ5万円出せない人は選択肢が狭まるわけですけど、ただで手に入るんだったらあともうやるかやらないかだけでしょっていうシンプルなところまでいったんですよ。だからあとはもう地球環境をね取り戻せるツールは普通にある、それもただで手に入る、やんのやらないのって言ってそれだけなんですよ。でそれシンプルになると面白くて、今までみんな環境に対してうーっとこう意識はあったけど、こう見て見ぬふりしてたのが、そんなに簡単なのってあるのってなると、一気にみんながうわーっとこう始まったっていうのと、あとねもう一個面白いので、これトイレバクチャーって言うんですけど、トイレバクチャー、トイレってね毎日こう必ず皆さん言ってますよね、大体おしっこ毎朝10回から20回ぐらい流してますよね。その流すとこにバクチャー置いちゃうんですよ。これバクチャーに接触したお水がね微生物ちゃんを蘇らすお水になるんですけど、ある意味ねズボラで続かないっていう人たちもこれを
トイレに置いとくだけです。そうねでこれ1年間持つんですよ。1年で3000円ぐらいなんですけど、コトンって置いて、で毎朝ジャッとこうもういつもの行動変わらないんですよ、これを1回置くだけで1年間同じ行動をすると、どんどん生きた水が、ね、トイレからどんどんいくんですよ。自分の家のトイレから周りがきれいになっていくという。もうブルーレット置くだけにブルーレットそういうことなんです。バクチャ置くだけ置くだけで、それをトイレをするたんびに地球の環境改善に貢献してるという、すごいですね。そういうアイテムなんですよね。そういうアイテムです。でこれのね副作用があるんですけど、副作用ってあるんですよ。服の広告の副作用がある。お客さん使ってくれたお客さんがこう毎朝こうトイレに行くわけですよ。で行った時にジャッと流す、そこにねバクチャが目の前にあるわけなんですけど、私は今日も地球をきれいにしてると、こう意識がねちょっと自己肯定感上がってきますよね。そういうことです。俺めっちゃ地球に貢献してるってそうね。今日もやってんなってはいでちょっとテンション上がるんですよ。で今まで地球に意識ってなかなか、要は見て見ぬふりをしてたけど、これを置いてるだけで地球に意識が向くんですよ。そしたら何が起こりだしたかって、私地球のことを毎日考えるようになってゴミとか拾い出したんです。要は意識が想像するんで、想像が想像していく世界なんですよ。だからこれを置いてるだけでこうみんなが地球に対して愛が芽生え始めて、で自分もテンション上がるし、で要は生のサイクルですよね。本当に簡単なことで地球って簡単に蘇っていく。ちなみにこれ自体にこう微生物入ってないのに、なぜこの子をね放り込むと微生物たちって活発になっちゃうの？これね、もともと火山の土なんですけど。火山の土、はい、そうですそうです。要はマグマですね。マグマっていうのはもうものすごい力があるんで、もうそれはもう微生物ちゃんを蘇らせるんですよ。で言っちゃうと、父ってね研究者でも科学者でも何でもないんですよ。これたまたまできちゃったんですね。でたまたまできて、じゃあ本当に微生物がこううわーっと活性化するとかっていうデータは全部取れてるんですけど、じゃあなんで活性化するのってとこは分かってない。なるほど。全然分かってない。もう活性化はしとると、そうです。データ上はかなり研究したんですよね。これは実験はいっぱいしたんですすごいですよ。いろんな大学にお金出して研究してもらって、で綺麗になる、確かになるし再現性もあるしすごいんだけど、なんで微生物が活性化するか分かんないというのが30年前ぐらいですよね、できた時。で今はねちょっとね時代もね進んできたんで、ちょっとずつ分かり始めているんですけど、面白いのがね分かんなくていいんですよ。いや本当にそうだと思う。なるんだからいいんですよ。いやそうだと思う。これである種宇宙の法則で、僕らが重力の知らなくてもちゃんと重力の影響を受けて地に足つけて生きているのと一緒で、それ研究して知ったところでじゃあどうなるか、そういうことなんですよね。はい、そういう理論じゃないですか。なんで太陽は昇るんですかって、まあええやもう毎日昇るやんっていう話。だからやっぱりね、実際ここに来てもらうと、そこを実際体験できたりね見たりできるんで、やっぱり体験してみないとわからないことっていうのがたくさんあって、衝撃いっぱいですね。衝撃ですよね本当に。豚のうんこが匂わないってだからなんで匂いが出ないんですちなみに。人間の体も地球と同じなんですよ。で人間の体の中に100兆個の微生物がいるとか、1000兆個の微生物ちゃんがいるとかって言われてますけど、もうこれ地球と同じで循環してるじゃないですか、ずっと。どっかで止まってたら死にますからね。でその循環して全部分解をしてくれてるのは微生物ちゃんなんですよ。だからそこでね、こう微生物ちゃんたちがバランス取れて元気な状態だと、食べてきたものがちゃんと分解されてミネラルになっていって、そして出てくるから分子自体が分解されてるからもうあんまり臭くない。なるほど。だけどこっちのね体の中の微生物ちゃんがこううーっと弱ってる状態、まあアナ流農薬がある食べ物とか、その元素がこう乗っかってる水道水とか、今コンビニ行っても添加物だらけじゃないですか。あんなもの入ってるねものを食べていくと、その微生物ちゃんがこう弱っていくわけですよ。そうするとフルにちゃんとね活動できないから、腸の中で腐っちゃうでしょ。で腐っちゃうと臭いんですよ。なるほど。腐敗してるってやつね。そうです。腐敗じゃなく腐敗したものを。赤ちゃんのうんちって臭くないんですよ。おっぱい飲んでる赤ちゃんって甘酸っぱいような全然臭くないから全然手でついても全然大丈夫。そういう感じになる。だからね、
まあこれからこう食っていうところね、もう自給率が低いよとかね、いろんなものに頼ってたりとかね、さっき言ったみたいに農薬まみれなものとかをね、僕ら残念ながら口にしてしまうんですよ。もう自分たちで生産するっていうよりもスーパーに行ってね、買い物してそれを買って食べるっていうのが僕らが生まれた時からのこう食生活の習慣じゃないですか。でもこうそろそろやっぱり食文化自体も本来の日本のね、これ明治以前ね、江戸時代とかにやってた本来の循環型のこの食文化っていうのに変えていかないと、これそろそろやばいよっていうところで、僕はね、農業イコール大変っていうイメージがやっぱりあるんですよ。もうなんかもうね、こんな顔になっちゃうんですよ。これイメージじゃない。なんか田植えして害虫が来るからなんかね、それに対する対策練ったりとか、それやっててもなんか虫がに全部食われて全滅したよとかね。だからやっぱり人の口に入るものと向き合うことってやっぱりリスクもあるし、いろんな意味でね、だからまあだったらもうプロというか農家の人たちが作ってるものをまあ僕らが働いたお金でね、まあいただくことでいいかなと思ってたんだけど、このバクチャーはやばいです。やばいですね。これ僕も明日から農家になりますよみたいな。いやぶっちゃけそうよね。素人がすごい野菜作っちゃってますからね。バクチャーでこれはなぜバクチャーで農業がうまくいくか。さっき言った地球のその浄化を全部担ってくれてるのも微生物ちゃんだし、お水の浄化もそうですし、土もそうだし、で人間の体も地球と同じ仕組みで循環してるんですけど、土もそうなんですよ。土の中ももう微生物ちゃんがもうすごいたくさんいて、土の中自体が宇宙なんですけどね。でそこの微生物ちゃんたちを今人間何してるかっていうと、農薬とか化学肥料で殺しちゃってる。でもその土の中で有機物を分解してミネラルをたくさん作ってくれてるのは微生物ちゃんなんですよ。だからバクチャーを巻くとその場のね微生物ちゃんたちがうわっとこう呼び起こされるわけです。でその子たちが土の中の有機物を全部分解してくれて、もう本当にちっちゃいねミネラルにしていってくれて、それを野菜がねうわっと吸い上げるわけですよ。それはすごい抗酸化力の高い、もう食べると健康になっちゃうようなお野菜ができてくるし、で土の中の微生物ちゃんたちが元気な状態になると、土もねすごい柔らかくなってくるんですよ。そうするとお野菜ってね根を伸ばしやすくなるんですよ。で根が伸ばしやすいってことは丈夫になるし、栄養素を吸い上げる力もすごいできてくるんですよ。そしたらミネラルも吸い上げる量もすごいし、でそういうお野菜って虫に食べられにくいし、で根がしっかり張ってるから風で倒されないとかっていうことが起こって、でそれを人間が食べるわけです。食べるとそういうお野菜ってすごい消化にいいし、栄養価も高いし、そういうお野菜自体が微生物ちゃんをねまたこう元気にするんですけど、そしたら自分の腸内がまたご機嫌な状態になってきて、でうんちが発酵して匂わない状態で出てくる。でそのうんちが土に落ちて、でまたその土の微生物ちゃんたちがそのうんちを分解してくれるわけです。自分の糞尿をそこに流していく。そうです。それがある意味一番いいってことですね。一番いいですね。自分の情報を微生物に伝えて、なんか USB でこうデータを出すみたいな感じでね。そうですそうです。で彼らがそこでネットワークで栄養って土の中で広がっていきながら栄養を要するに野菜たちに送るわけでしょ。要素なんか目疲れてんなって言って、ちょっと目にいいさ成分出そうぜって言ってこの子たちが出してくれるわけですよ。出して分解されて出てきたうんちにも要するにやっと目は良くなってきたから、今度ちょっと耳悪いから耳良くする成分をちょっと野菜ちゃん頼むよって土の中でネットワークが起こされて、それを野菜が宿してまたヨウ素が食べて今度耳が良くなっていくんですよ。だから性のサイクルどんどんなっていく。うわ鳥肌やばってことは、そんな大事な糞を毎日流してしまってると情報を僕の垂れ流ししてると。だからやっぱり昔の日本ってボットン便所なんよね。そういうことです。みんなボットン便所って多分臭いイメージなんですよ。でもねマクガワンレポートでも出てる元禄文化の時の食事ってもう見たら分かるんですけど全部発酵食なんですよ。微生物ちゃんの醸し出してくれた要はミネラルたっぷりな食事を食べることによって全部分解されるんですけど、だから発酵して出てくるうんちだから
まあテレビの人ね、今日ここの仮設トイレに酔ってないからわかんないですけど、全く無臭なんで、あれが起こってたんですよ、ボットン便所昔のね。だから臭くないんですよ。で地湿庫を汲み取って畑にも、一次発酵は腸内で起こってるんですけど、二次発酵がボットン便所で起こって、でそれを畑に持って行って肥壺っていうのを作ってたんですけどね、そこにまた入れて今度3次発酵させるわけですよ。でもうミネラルがたくさん作られた、そして4素の情報を持ってるそのうんちを畑にまいてたんですよ。そしたら畑の中の子たちとうんちの中の子たちが情報交換して USB で、これだから頼むよっていう。でしかもなんか Wi-Fi みたいなもんですごい高速ネットワークすごいですよね。すごいです。微生物ネットワークすごいと。すごいですね。すごいですよ本当に。それが循環ですよ。なるほどね。エイトも実際ねやってるよね、今それ。やってますけど、虫に食われたブロッコリーの葉っぱがあったんですよ。6つぐらいやってて、これもダメだなってもうボロボロになっちゃったぐらいのタイミングで前バクチャーもらって全部畑に撒いたら、ちょっとしたらあれって言って枯れた葉っぱの上から新しい葉っぱが出て復活してて。で枯れたとこ取ったらもう見事一回枯れたっていうのが分からないぐらい元気なブロッコリーに戻ったんですよ。だからすごい微生物ちゃんたちの力、例えばね土地とかもらっても、だってこの痩せ細った土地どうやって戻すのみたいなのあるじゃないですか。これもそういうのも例えば農薬まみれにやってるやつもこれですぐにもう分まいてね、耕しちゃえば、そこの微生物がわーっと出てきてくれて、まあ、例えば農薬まみれの土地なんかは、本当ね1ヶ月ぐらいで残留農薬全部なくなってですね。1ヶ月大体有機ジャスマークトンで3年4年は何もしない状態にしなきゃいけないあるのが、だけど1ヶ月でほぼなくなるんで、で農薬まみれじゃなくて、農薬使ってない化学肥料も使ってない場所だと、本当まいて1週間2週間したらもう植え付ければ微生物はすごい状態なんで、で農薬まみれだったところはまいて1ヶ月ぐらい置いて、微生物ちゃんたちが分解してくれてから作付けすればいいんです。なるほど。僕もね以前読んだ本で奇跡のリンゴのね木村さんの本あるじゃないですか。あの人ももう死にかけのところでそこに気づくわけじゃないですか。でもなんかさ、これ巻いて終わるって考えたらね、ほんまかいなみたいにならないです。もっと言うなら農業で従事しててね、もう必死のパッチでこうね土を戻したりとかね、やってる方たちからするとね、いやいやちょっと待てと杉山浩太よね、そんな簡単にやられちゃわしらの苦労はどうするのみたいなのってあるわけじゃないですか。ありますね。でも残念ながらね、そうなっちゃうんですよこれ。あるから苦労しなくていいんですよ。そう野菜とかもいっぱいできちゃうわけでしょ、ほったらかしにしておいても。びっくりしたのが、ね、さっき聞いたのが皆さん F1 品種の種、これって種なしって言われてて、1回もうなると二度と種にならないよっていうのが、なんとこれを使うと、これ言っていいのかなこの情報はね。人間がいくらね、自然に立ち向かおうとしていろんな小細工しても、それ無理ですから。バックトゥーザネイチャーしちゃうとどういうことが起こるかっていうのは皆さんで試してもらったら大丈夫です。さっきね F1 のトマトもね出てきてるという、なんとね。だからね、コータのずっと案内で見ていくと、僕の中の概念が崩れる。やっぱ難しいものだと思っちゃってるわけよ。家畜育てるとかね、農業するとか酪農するとか、でもね簡単に感じちゃうのよ。ほんでこれって普通簡単だと思って本当に農業をずっとやってるからすると、まあアホかと、ね、もうちょっとこう修行せえみたいな感じになるから、もう修行嫌なんでやめるんですけど、それがいらないって聞いたらちょっと楽しくなってくるわけですよ。あれでも楽しそうみたいな、微生物ちゃんたちが頑張ってくれて、ね、僕らのためにちゃんと僕らの体の健康に必要な栄養素を届けてくれるわけです。またこの本の話になるんですけど、アナスタシアって皆さん知ってます？僕本見た時衝撃だったんだよ、ね、種を植える時は自分の下に種を乗っけて、種に情報を送って、それを自分の土の中に植えると、なんとあなたのためのお薬ね。そうで、その咲いた花とか果物をあなたに食べてもらう喜びのために頑張って咲いてるんだと。だからあなたが声かけるたんびにその愛を受け取って、さらに元気になってそれを食べると元気になるという循環が生まれてくるっていうのは本で読んでたのよ僕は。いやでも実際どうなんて思うじゃんこれ。でもなんと皆さん、これバクチャー、それがね実現できるそうなんですよ。これなんかね、こんな話するとバッタモンのテレビショッピングのねわからないですよ。無料ですもん。りょうさん大丈夫です。
無料だから無料無料うん皆さんあれじゃないんですよ、テレビショッピングじゃないんですよ。だからねこれは本当にこれから若い人たちもね自給自足していく本当に自分たちの食べるものは自分たちの手で育てていくっていうことが本当に可能になるねパクチャーだからこれはもう広まるよね広げるとか広がるじゃなしに広まります、これを地球ねに必要なものですねこれが。だからまあ本当にお水もそうですし食べるものもそうなんですけど僕らの体に入るものがいかにね宇宙の法則に反してより人工的なものになっていきながら病気にさせられて病院に行って薬を回ってなんか治るみたいななんかでいよいよそこからねはいなんか脱却脱却ですね時期が来たんではないかなっていうふうに思ってますよね。はいなのでまあバクチャーのねお話をすると専門的なお話をするとねもっともっといろんなお話があって海外でもいろんな取り組みをしたりね、本当にこれから世の中にね必要になってくるもので、まあ、ある意味天がそうですね。我々に与えたね間違いないですテンガーですね。天下ですはいいや本当にそうなんですよ、なんでね我々ももういよいよねはいちょっともうやろうじゃないかと実際本来酪農ですよね、楽しくバクチャーを巻き、ね、地球もきれいになるしね、食べ物もね自分たちが食べる分を自分たちで自給自足できる、こんな夢のような世界がねやっぱりこう可能になるっていう希望が湧いてくるんですよこれ。これ OWS 見たらあれですいやこれ来るよこれすごい注文来ちゃいます来るよ大丈夫ですよこれだから全然大丈夫です。ねこれね、5万円分のバクチャーがね、バクチャー代は無料で届くんですけど、送料と事務手数料があるんで、それが1111円なんで、それ申し込んでもらうと、毎月20トンのお水が浄化できる、これが毎月届いちゃうんですね。これ何が起こるかって、地球ってね、お水でできてるんですよ。はいはいはい人間も水じゃないですか、はいはいそうですねで植物も動物も昆虫もみんな水なんです、はいはいで空気も水なんですよ。そうですねはいそしたら自分の周りを、ね、微生物ちゃんがわっと元気な状態にして水がきれいになると、結局自分の周りが全部微生物ちゃんがご機嫌な状態になっていくわけです、そういうお水になるんですよ、空気も水も土も。そうすると自分も水なわけだから、で自分の中も微生物ちゃんだらけなわけですよ。なるほど、そこが全部ご機嫌になっていっちゃう、自分の周りからどんどんハッピーがこう広がっていく、で今反対側のブラジルも水でつながってるわけで、その中にはもう無数の微生物ちゃんがいるから、今ありがとうっていうところに行くんですよ、そっちまで速攻で、さっきヨウとか言ったすごい Wi-Fi のネットワークですよ。人間が考えてるスーパーコンピューターなんて関係ないぐらいの速度でつながるんで、これをパッと撒いた時にそこの生物ちゃんが蘇ることによって全部が良くなっていっちゃうんですよ。撒いた瞬間にねブワーってね鳥とかね集まってきてるそういう状態とかで起きるんですよ。だからまあ生態系がどんどんね戻ってくるんで、勝手にここが元に戻っていく、でそこで作られた空気水、ね、植物を食べてるだけで僕たちもご機嫌になっていくから争うことがなくなるんですよ皆さん、イライラする人もいなくなるしね、だからやっぱりご機嫌な世界を作るためにこのバラマクチャーを皆さんでね、まあ別にバラマクチャーしてもいいしこれを使ってね農業してもいいしまずは水槽でお水をやって人体実験してみてもいいですよ、だからそういったことをちょっとこれからね、まあ勝手に僕は何も承諾も得ずにね言ってますけどもこれを使ってね瑛太とかねなっちゃんとかまた田君とかみんな仲間ねもう今全国仲間ねもうなんとかもうせなあかんっていうふうに立ち上がってるね、立ち上がってるってちょっとなんか戦うイメージがあるんですけど楽しみなんですよ僕はこれね、だからそれをムーブメントを起こしていこうしたいなもうねこれねバラマクチャーオーストラリアもアメリカもフィリピンもオランダもいろんなとこからどんどん申し込み入って日本はね、2000人以上もいるんですよ、で世界中にどんどんねネットワークがこう広がっていってすごいムーブお祭りなんですよ、これは。だからこうね真面目に真剣にこうじゃなくてもう楽しくそうそうそういいんですよ。楽しむんですよ。感じがいいんですよやっぱりね。もう苦労じゃなくて楽しむことでどんどん世の中良くなるならいやさかありがとう。そもそも地球に楽しみに来てんだから、ね、苦行が好きな人もいますけど、まあ苦行好きな人は苦行していただいて全然 OK なんでこのバラマクチャー隊はとにかくお祭りなんで楽しんでいやさかありがとうって巻いておけばね、もう花咲かじいさん状態ですよ皆さん。そうですパーって巻けば綺麗にねなっていくっていうことなんでね、ぜひねこの動画を見てなんか興味あるよバクチャーっていう方はね概要欄とかにねまた情報載せておきますんでそこチェックしていただいてこれピンときた方たちはね一緒にこの活動をね広げていただければと思いますんで
まあまだまだね、はいいろいろお話ししたいことはあるんですけども、ね、今日はこれぐらいにして最後にね、コータの方皆さんにちょっとメッセージをお願いします。はい、そうだ今ね6月、6月19日6月19なんで、蛍の時期じゃないですか、蛍ね、蘇らす活動とか皆さんよくされてるんですけど、そんなのこれバーンって巻いとけば来年にはすごいことになるんで、それねよくバラマクチャーの今ねタイの人が2500人ぐらいいるんですけど、皆さん自分でやられて体験してそのバクチャーミラクルだっつって、バクチャーミラクルをみんなでこのグループで投稿し合ってるんで、もし入っていただいたらねみんなそれ見れるんで、もう花咲かじいさんとかっていうのが本当に起こってるんで、もうでそういうツールがもうあるんだっていうことをみんなが認識していただけると、あれ環境問題って案外簡単なんじゃねっていう、自分が動けばあそんなに変わるんだっていうのがこうね皆さんこう分かっていただけるんで、ぜひねこう自分でやってもらって、聞いてるだけだと、そんなことあるのかなって言って、でも一回やってダメだったらやめればいいんで、怒るんでやってみてください。楽しみましょうみんなで、地球を本当に楽しい場所にねしていきたい。ということでね、こちらの方に来ればそういった見学とかもねできるプランとかそういったものありますあります。そういった情報もねぜひね載せておくんで、興味のある方はぜひねご連絡していただければと思います。ということでね RBC コンサルタントさんにお邪魔して杉山浩太君のお話を聞きました。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございます。